皆さんこんにちは、オッキーです。日本は早くも梅雨入りですね。今日はうちの家族に大人気の鶏手羽オーブン焼きのレシピをご紹介します。タレが絡んだ甘辛味、お酒のつまみやお弁当にもいいですよ。材料は概要欄にも記載していますので参考になさってください。アメリカでも鶏手羽チキンウィングは人気ですが、中でも人気の料理はバッファローチキンウィング。油で素揚げしたチキンウィングにこってりとした甘辛のソースをたっぷりと絡め、さらにそれをチーズなどがベースになったこってりのディップソースにつけて食べるという、味もカロリーもコテコテのものになっています。ビールのお供にはぴったりで、特にフットボールの試合を見ながら食べるフットボールパーティーのフィンガーフードとしてはがっちりレギュラーの座を占めるメニューです。でも今日のチキンウィングは油で揚げるのではなくオーブンで焼くのでヘルシーに仕上がります。網の準備。まずは網の準備をします。せっかく大きいオーブンなので大きい網でいっぺんに焼きます。これはジェリーロールパンというサイズの天板。お菓子作りでよく使っているハーフシートよりも一回り小さなサイズです。まず網にサラダ油かオリーブオイルを塗っておきます。この間にオーブンの予熱も始めましょう。ここで使っているこのシリコンのハケは油を入れておくカップとセットになっていてとても便利です。どこで買ったかは忘れてしまったのですが、とても重宝しています。チキンに下味をつけます。チキンは今日はホールフーズのオーガニックのものを使います。こんな風に真空パックになって売られています。チキンは軽く冷水で洗ってペーパータオルで水気を切っておきます。ボウルに移したらここにオリーブオイルを入れます。サラダオイルでもいいけれど、私は風味もよく体にも良いオリーブオイルを使っています。塩を入れます。小さじ1ぐらいです。胡椒を加えます。量はお好みで。ここで使っているペッパーミルはコール&メイソンというブランドのものです。胡椒を潰すのではなく、鋭いグラインダーで切るように引くことができる仕組みです。そのためこのミルを使うと胡椒の香りが一層際立ちます。詰め替えも簡単だし、引く時の粗さの調整も6段階でできるという優れもの。これは大変気に入って使っていて、実はキッチン用と食卓用に2つ揃えています。塩コショウ、ソルト&ペッパーミルで素敵な化粧箱に入ったものもあるので、ギフトにもいいかもしれません。オイルと塩コショウをチキンによくまぶします。ここで使っているのはサラダサーバートング。とっても使いやすいです。以前居酒屋で大皿料理の取り分け用に添えられているのを見て、その使いやすさに感動。ネットで探して楽天で見つけ購入してから、我が家のキッチンや食卓で大活躍しています。大と小の2つのサイズがあり、今使っているのは小さい方のサイズです。もちろん大きい方も持ってます。天板に並べます。チキンウィングを網に並べます。皮の面が上になるようにします。これで200度のオーブンで約40分焼きます。チキンを焼いている間にタレを作ります。タレの材料は蜂蜜、水、醤油、おろしにんにく、おろし生姜、赤唐辛子です。小鍋に蜂蜜3分の1カップ、80ml を入れます。続いて水も3分の1カップ
80ml、おろしにんにくとおろし生姜を加えます。醤油大さじ1。ここで私が使っているのは岩木ガラスの醤油差しです。シンプルなデザインで本当に全く液だれしない。これは本当に優秀な調味料入れです。小さい 120ml 容量のも持っていて、そちらはバニラエッセンスを入れるのに使っています。蓋もついているので香りが飛んでしまう心配もありません。赤唐辛子、鷹の爪を1本入れます。ヘタと種を取り除きます。このタレを火にかけて煮詰めます。オーブンで40分焼いてからタレを絡めます。鶏手羽がオーブンで40分こんがり焼けて、タレも少し煮詰まってきました。オーブンから出したら一旦ボウルに移してタレを絡めます。もう唐辛子は取り出しておきましょう。しっかりとタレを絡めたら再び網の上に並べます。ここでもう一度オーブンに戻し5分焼きます。5分焼いたら先ほどと同じ手順を繰り返します。ボウルに移してさらに煮詰まったタレを絡めます。絡めて網に並べてもう一回5分焼きます。3度目のオーブンから出したら最後に鍋に残ったタレを絡めて完成です。さあできました。しっかり味が染みているので冷めても美味しいです。中までよく焼けて骨からポロッと肉が外れるのでとても食べやすいです。今日は3人だったのでこの量で十分でしたが、大学生の息子がいるときはチキンの量も2パック使い、網も2段にして半分はこの醤油蜂蜜だれ、もう半分はバーベキューソースを使って2種類の味で作ったりもします。今日の晩ご飯はチキンウィングと具沢山サラダで大満足。そしてデザートはクレームブリュレ。実は前日に別のお菓子を作ってそこで卵白を使い、卵黄だけが2個分余っていたので娘と2人分のクレームブリュレを作っておいたのです。焼き上がりの目安は中央がまだフルフルとしているぐらいで OK。 これで粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やします。そして今日はキッチントーチ、バーナーを使って上のカラメルを焼きます。これはロスレというメーカーのもの。グラニュー糖を振りかけます。バーナーで砂糖を溶かしていきます。ロスルのトーチはスーラターブルというキッチン用品の専門店でセールの時に買いました。そんなにしょっちゅう使うものではないけれど、やっぱり持っているとなかなか嬉しいです。小ぶりですがパワーもあって安全性の面でも評価の高い製品です。カリカリのカラメルの層を作るためには砂糖をかけてバーナーで溶かして冷やして、また砂糖をかけて溶かして冷やしてというのを何度か繰り返さないといけないのですが、今日はちょっと手抜きで1回だけ。一応カチカチっと硬いカラメルになりました。
中はとろとろ柔らかく、生クリームとバニラの風味がたっぷり。余った卵黄を捨てなくてよかったです。ということで、チキンウィングとサラダとデザートで大満足のおうちディナーでした。ニューヨークにもアジサイがきれいに咲いています。でも日本の紫やピンクの色のものよりも、こんな感じの白や黄緑がかった色のものをよく見かける気がします。英語ではハイドレンジアと言いますが、これは元はギリシャ語の水の器という意味の言葉から来ているのだそうです。日本のような梅雨はないニューヨークですが、アジサイの季節を楽しんでいます。これからも私、オッキーのニューヨークでの生活やアメリカンベーキングのレシピ動画をお届けしていきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。いいねボタンやコメントもぜひよろしくお願いします。じゃあまたね。